どうもこんにちは。今日のテーマはこれ。買い物は AI の学習とそっくり。あなたがコーヒーやスマホの機種を選ぶ、その理由。いやー、なんで私たちってついつい同じものばっかり選んじゃうんでしょうね。その謎に AI っていう切り口から迫っていきたいと思います。例えばですね、カフェに行くとなんだかんだいつも同じものを頼んじゃうなんてことありませんか？実はそのなんてことない日常の選択の裏には想像以上に深いメカニズムが働いてるかもしれないんですよ。で、もしですよ、あなたの脳が何かを決める時のプロセスって、実は AI が物事を学習する方法と驚くほどそっくりだとしたらどうでしょう？今回の話の肝は、まさにこの大胆なアナロジー、つまり例え話にあります。人間の選択と AI の学習、全然違うように見えるこの2つの世界のびっくりするような共通点を一緒に見ていきましょう。はい、というわけで早速内容に入っていきましょうか。今日のロードマップはこんな感じです。このなかなかパワフルな考え方を一つ一つステップバイステップで解き明かしていきますよ。さあ、まずはセクション1ですね。人間の選択エンジンということで、まずは僕たちの頭の中を覗いてみることから始めましょう。僕たちの決定を裏で操っている、いわば2つの競合するシステムがあるんです。それを理解していきましょう。これ、行動経済学者のダニエル・カーネマンが提唱した有名な2つの思考システムですね。僕たちって何かを選ぶとき、左側のシステム2、つまり論理でじっくり考えて合理的に選んでるって思いがちじゃないですか？でも実はほとんどの場合、運転席に座ってるのは右側のシステム1、つまり直感の方なんですよね。で、この直感的なシステム1にはですね、認知バイアスっていう、言ってみれば思考の癖とかバグみたいなものはつきものなんです。そして世の中のマーケターたちはこの僕たちの思考の癖をものすごく巧みに利用してくるわけなんですよ。例えば、レビュー評価が高いから大丈夫だろうって選んじゃうのは社会的証明。期間限定セールって言われるとつい焦っちゃうのは損失回避。で、定価1万円のところ今なら 50% オフって言われるとめちゃくちゃお得に感じちゃうのはアンカリング効果。いやー、全部心当たりありますよね。中でもこの損失回避の力って本当に絶大で、カーネマンたちの研究によると、1000円を失う痛みって1000円を見つける喜びのなんと約 2.25 倍も強く感じるそうなんです。いや、これすごくないですか？僕たちは得したいっていう気持ちよりも損したくないっていう気持ちに2倍以上も強く動かされてるってことなんですよね。こうした僕たちの意思決定を説明するモデルっていうのも時代とともにどんどん進化してきたんですよね。昔はテレビ CM を見てお店に行くみたいなシンプルなアイドマモデルだったのが、インターネットが出てきて AISS、さらに SNS の時代になって SIPS っていう風に検索したり共感したり、どんどん複雑で社会的なものになってきてるのがわかりますよね。さて、ここからがセクション2です。一旦人間の話から離れて、今度は AI の世界に視点を移してみましょう。で、この AI の話がさっきの人間の選択の話とどうつながってくるのか、すぐになるほどってなるはずですよ。機械学習って言葉よく聞くと思うんですけど、すごく簡単に言うと AI の試験勉強みたいなものなんです。大量の教科書とか過去問とか、そういう訓練データを AI にひたすら解かせて、まだ見たことのない新しい問題にも答えられるようにどんどん賢くしていく、そういうプロセスなんですね。じゃあ AI って具体的にどうやって賢くなるのっていう話なんですけど、ここで大事なキーワードが2つ出てきます。一つは AI が学習して作り上げていく自分だけのルールブック。これをモデルって言います。そしてもう一つが、その予測がどれくらい正解からずれてたかを示す残念度スコア。これを専門用語で損失関数って言うんですね。この損失関数っていう考え方、ダーツに例えるとものすごくわかりやすいんですよ。ダーツの的のど真ん中、ブルサイが正解だとしますよね。AI はまず、えいってダーツを投げてみる。で、そのダーツが中心からどれだけ離れちゃったか、その距離が損失なんです。AI はこの損失、つまりズレをできるだけ小さくするために、次の一投でどう狙いを修正すればいいかを考える。これを延々と繰り返すわけです。これが AI の学習の正体なんですね。さあ、セクション3です。
いよいよこの話の核心部分に入っていきますよ。ここでさっきまで話していた人間の選択と AI の学習という2つの世界がガチャンと結びつきます。実はあなたの脳も AI と全く同じようにずっと予測モデルを動かし続けていたんです。この表を見てください。これが本当に面白いところで、僕たちの経験が AI の言葉で完璧に説明できちゃうんです。まず、あなたが生まれてから今まで見て、聞いて、感じてきたこと全部。これが AI でいうところの訓練データになるわけです。で、何かを買った後に、うわー失敗したなーって後悔する気持ち。これはまさに AI が予測を外した時の損失が大きいぞっていうエラー信号そのもの。そして年齢とともに好みが変わっていくのは、新しい経験っていうデータが入ってきて、AI のモデルが再訓練されるのと全く同じ理屈なんですよ。この買って後悔するっていう感情、心理学の世界では認知的不協和っていう名前で知られてるんですけどね。自分は賢い選択をしたはずだっていう思いと、いやーこの商品はいまいちだったなっていう現実の間に生まれるあの嫌な感じ。あれこそがまさに脳が出している予測エラーの警告音なんです。で、このエラー信号があるからこそ、僕たちは次はこうしようって考え方や行動を修正していくわけですね。このアナロジーがすごくわかりやすく現れるのが、スマートフォンの乗り換えじゃないでしょうか。iPhone から Android に、あるいはその逆に乗り換えるのって、なんかすごくめんどくさいじゃないですか。写真とか連絡先の移行も大変だし、操作方法も一から覚えないといけない。このスイッチングコストの高さって、AI のモデルをゼロから全部作り直す、つまり再訓練するのにかかる莫大なコストと全く同じなんですよ。だから多少不満があってもついつい慣れ親しんだモデルを使い続けちゃうんですよね。さて、ここまで聞いてきて、へー面白いなと思ったかもしれませんけど、この視点、ただ知っているだけで終わらせるのはもったいないですよね。セクション4では、これを僕たちの武器として、どうすればもっと賢い選択ができるようになるのか、具体的な実践編に入っていきたいと思います。この AI 学習っていうフレームワークで見てみると、身近なブランドが僕たちに対して何をしてるのか、その戦略が透けて見えてくるんですよ。例えば、スターバックスはコーヒーの味そのものよりも、居心地のいい空間とか、どこでも同じ体験ができるっていう価値を重視するように、僕たちの脳を訓練してきてる。ユニクロは価格と機能性。ナイキはパフォーマンスや自分を高めるっていうイメージ。こんな風に各ブランドは自分たちに都合のいい好みモデルを僕たちの頭の中に作り上げようと常に働きかけてきてるわけです。じゃあ僕たちはどうすればいいんでしょうか。答えは意外とシンプルで、僕たち自身が自分の脳のデータサイエンティストになればいいんです。訓練の主導権をブランドから取り返すんですよ。具体的には3つのステップ。まずは好きなブランドのいいレビューだけじゃなく、あえて否定的な意見も探して訓練データを多様化させる。次に、買う前に自分にとっての最悪の失敗って何だろうって損失関数を自分で定義する。そして最後に、これって本当に自分が欲しいのかな、それともただ限定品だからとか流行ってるから欲しいだけなのかなって自分のバイアスに気づくこと。これだけで日々の選択の質は絶対に大きく変わるはずです。はい、それでは最後のセクションです。ここまでの話から得られる最もパワフルな結論をまとめて終わりにしたいと思います。それはこの言葉に集約されます。AI を理解することは自分自身を理解することである。AI がどうやって学習していくのか、そのプロセスをレンズにして自分の心の中を覗いてみると、僕たちがなぜ何かに惹かれて、なぜ失敗したと後悔して、そしてなぜ時間が経つと好みが変わっていくのか、そのメカニズムがより深く、より客観的に理解できるっていうことなんです。AI をただ漠然と恐れるんじゃなくて、その思考法から自分自身を理解するヒントを得る。ぜひこの新しい視点を持って、あなた自身の選択アルゴリズムをこれからどうやって賢くアップデートしていくか考えてみていかがでしょうか。